織田上総助信長だ。今日は世にあふれる、自信がない、不安だ怖いだの、泣き言だらけの世の中を、まとめて切ることにする。自信がない人ほど伸びるだと。耳障りは良いが、ぬるい慰めはなしにするなよ。怖さは本来武器だ。歯だ。持ち主次第で、首も落とせば道も切り開く。まず申しておくが、わしは生まれつき自分によった暴君ではない。終わりの大うつけと笑われ、父親の葬儀で真っ向を投げつけたアホと噂され、家中からも、あいつで大丈夫かと囁かれておった。周りは敵だらけ、味方も信用ならず、油断すればすぐ謀反。その中で一番よく知っていたのは、わし自身の不安だ。いつでも首を取られるが和だという怖さ。それを忘れなかったから、生き残った。世の者は、勘違いしておる。自信がある者が強いと思い込んでいる。違う。怖さを知る者が強いのだ。怖さを知らぬ者は、成長を知らぬ者なり。まず、なぜ自信がない者ほど伸びるのか。その一つ目の理由は、目が覚めているからだ。自信満々な者は、己の欠点が見えない。酒に酔った武将と同じだ。俺はやれるとわめきながら、白の構造も兵の腹具合も見ておらぬ。そういう輩から戦場で最初に死ぬ。逆に、自信がない者は、現実を直視している。自分はまだ足りぬ。ここが怖い。どこで失敗するかわからない。この感覚こそ、戦の地図だ。恐れを感じる場所こそ、準備すべき急所になる。ここで負けそうだとわかれば、そこに兵を回し、柵を立て、鉄砲を据えられる。長篠で武田を打ち破った時も同じだ。武田の牙が突撃してきたら、正面から受ければ叩き潰される。だから柵を三重に並べ、兵を交代させ、鉄砲を三段構えにして、こちらの怖さを計算に入れていくさにした。怖いと思うからこそ、工夫が生まれるのだ。自信がないというのは、今のままでは負けるかもしれないと、うすうす気づいている状態だ。その気づきを無視して、大丈夫大丈夫と自分をなだめるか、ならばどうすると準備に変えるか。そこで、伸びるものと沈むものが分かれる。二つ目の理由は、怖さがあるものは、学ぶ速度が違うことだ。不安なものほど、よく耳を使う。よく目を使う。よく人の失敗を眺める。怖いからだ。自分もこうなるかもしれぬ、と震えながら見るから、他人事ではなく、自分事として学ぶ。それは、戦場で100回戦うより深く身につく。わしの世でも、戦が強くなった兵は、大体一度ひどい負けを経験している。矢が頬をかすめた者、仲間が目の前で撃たれた者、白が焼け落ちて逃げた者、そういう者は、次の戦でやたらと慎重だ。慎重であるがゆえに、工夫する。盾をここに置けば矢が飛んできても大丈夫か。この道は、退き口として使えるか。怖さがあるから脳が休まらぬ。だから伸びる。現代でも同じだろう。怒られるのが怖い。失敗するのが怖い。皆に置いていかれるのが怖い。その怖さを、ごまかすな。酒や遊びに逃げて麻痺させるな。怖さを消そうとするから、いつまで張っても同じところで震えておる。怖さを詳しく観察するところから始めよう。自信がない者ほど伸びる三つ目の理由は、変われるからだ。自信満々な者は、今の自分の形にしがみつく。俺はこういう人間だ。私はこういうやり方だとな。つまり、変わる気がない。わしが楽一楽座をやったとき、古い商人や寺社は怒り狂った。座の特権を奪われ、赤い書を壊され、昔ながらのやり方が通じなくなったからだ。我らのやり方こそ正しいと信じきっていた者たちは、わしの世で沈んだ。一方、今のままでは食っていけぬと震えていた者たちは、町に店を構え、新しい商いを覚え、ぐんぐん伸びた。怖さがある者は、このやり方では死ぬと分かっているから、変わる決断をしやすい。つまり、怖さとは、変化の焚き付け役なのだ。怖いから動けないではない。怖いからこそ動けるのだ。ではなぜ、現代では怖さが、ここまで厄介者扱いされるのか。理由は簡単だ。怖さを他人任せにしているからだ。自分で怖さを扱うのではなく、
慰めてくれる言葉を探し、優しくなだめてくれる環境だけ求めている。わしから見れば、戦場で敵に矢をいられているのに、とりあえず茶でも飲んで落ち着こうと言っているようなものだ。落ち着いてどうする？防御を固めよ。退き口を確保せよ。敵の数を数えよ。つまり、怖さを情報に変えよう。ここが肝だ。怖さの利用法を3つ教える。1つ目、怖さを地図に書き写せ。自分が何を怖がっているのか、細かく分けてみるのだ。上司に怒られるのが怖いのか、無能だと思われるのが怖いのか、色を失うのが怖いのか。これを一つ一つ書き出せば、敵の配置が見える。敵が見えれば、対策も打てる。上司に怒られるのが怖いなら、怒られぬように事前に知らせるという策が出る。無能だと思われるのが怖いなら、小さな成果を積み重ねてみせるという策になる。職を失うのが怖いなら、別の働き口を探す、技を増やすという策になる。怖さとは、雑に感じるとただの暗闇だが、細かく刻めばやることリストに変わる。これが利用だ。2つ目、怖さに締め切りをつけよう。わしは戦の前、必ず、いつまでに準備を終えるかを決めた。敵が攻めてくる怖さがあるからといって、いつまでも相談していては先に首を取られる。現代の者は、まだ怖いから、まだ動けないと、永遠に構えだけしている。滑稽だ。怖いなら、期限を決めて動け。例えば、一つだけ本気で学んでみる。3日だけ腹をくくって話を聞きに行く。怖さを感じながら動く期間を区切れば、人は案外進むものだ。いつかやるというものに、成長などこぬ。いつまでにやると決めたものだけが変わる。3つ目、怖さを共有する相手を間違えるな。わしは家臣たちによくこう言った。弱音を吐いてよい。だが戦場では苦な。策を練る場で吐け。怖さを分かち合うのは良い。だが、ただ慰め合うだけの場に持ち込めば、それは毒に変わる。皆も不安だし、まあ仕方ないよな、で終わるからだ。不安を語るなら、では、どう動くかを話せる相手を選べ。怖い。自信がないと打ち明けたら、では、まずどこから崩そうかと、地図を引いてくれる者とつながれ。そういう相手こそ戦友だ。逆に、大丈夫大丈夫、気にするなとだけ言う者は、敵ではないが、足を引っ張る存在だ。わしは戦国の世で、弱さを隠さぬ者を重く用いた。前線に出るのが怖いと震えながらも、だからこそ準備を怠らぬ、というものだ。そういう者は、戦のたびに強くなった。怖さを知らぬ豪語だけの武将はいずれ討ち死にした。現代の働き場でも同じだろう。自信満々で中身のない者が声だけ大きく、怖さを抱えた者が隅に追いやられておる。自信がないから黙っていようではない。自信がないからこそ準備を語れ。怖さを観察し、策に変えた者の言葉は経験に裏打ちされておる。聞く者もやがてそれを評価する。最後に一つ、残酷だが真実を教える。怖さそのものには価値はない。怖さを理由に動かぬ者は、ただの足手まといだ。価値があるのは、怖いからこそ工夫する。怖いからこそ学ぶ。怖いからこそ変わるという、その動きだ。わしが比叡山を焼き討ちにし、一向一揆を徹底的に潰したのも、怖さを知っていたからだ。宗教勢力が力を持ちすぎれば、天下不武の道を阻まれる。その未来が怖かった。だから、今のうちに叩き折った。嫌われるのは承知の上だ。怖さを見て見ぬふりをしていれば、わしはどこかの城で囲まれ、焼き殺されていたであろう。お主らも同じだ。目の前の怖さから逃げ続ければ、いつかもっと大きな怖さに押しつぶされる。ならば、選ぶがよい。今小さな怖さを正面から見据え、地図にし、策に変え、動くか。それとも、自信がないからと、言い訳を盾にして、何もせず朽ちるか。自信がない人ほどのビルという言葉を甘えに使うな。あれは、怖さを利用できる者ほど伸びるという意味だ。怖さを抱えたまま、震えながら一歩進む者だけが明日を変える。わしは、怖さに追われてここまで来た。だからこそ言える。
怖さを知らぬ者は、成長を知らぬ者なり。自信など、後から勝手についてくる。まず、お主の怖さと向き合え。それを地図に描き、策を立て、一歩進め。震える足で前に出た者から順に、戦場は開いていく。そこで待っておるぞ。第六天魔王、織田信長がな。